ちょうど6年前にカリフォルニアから離れることにしました。その時にどこに行くのかっていうのはまだ決まってなかったんですが、最終的にテキサス、今テキサスにおりますが、テキサス州にしました。6年前のことを思い出して、テキサスへ移住することが正しい判断だったのか、今日かなり正直にお話ししたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。1999年に日本からカリフォルニアに引っ越しました。その時にもうカリフォルニアも世界一綺麗なところ。青空があって、海があって、山もあって、車もあって、もうお金持ちの人を行ったり、ビバリーヒルズみたいなところあって、もう素晴らしい、もう天国だと思ってて、そこにほぼ20年はいたんですが、なんだかんだって6年前に、その前からカリフォルニアから離れなきゃいろいろ変わったなっていうことは今日の動画に、それについてまた別の動画で、他の動画でも説明したいと思うんですが、とにかく簡単に言うと、物価が高い、税金が高い、不親切なビジネスに対するルールがあったり、燃料も高くて、いろんな法律と、また COVID の時だったからこそ、もう我慢できなくて、私以外もう数十万人ほどの人がカリフォルニアを撤退、することになったんですが、ちょうど6年前にテキサスまで飛行機で飛んできました。家族で。レンタカーを借りて、ダラス・フォートワースの空港から、西の方のフォートワースのあたりから、ちょっとぐるーっとダラス近辺を回ることにして、その時いろいろ見てきた中で、一つもう車のイベントにたどり着いたって土曜日の朝、イベントがあって、そこで歩いたら、いろんな人に声かけられたんですよね。スティーブさん、スティーブさん、スティーブさん、俺なんでテキサスにいるのスティーブさんって。それも気持ちよかったのと、そしてテキサスはその前から日系企業、アメリカの企業、他の自分の周りの人たちがみんなカリフォルニアから出てテキサスへ。自分もそれに興味があって、やっぱ見に来たわけなんで、すごい、別の国に行ったようなことをその時はすごい強く感じました。それで、回っていろいろ見て家族で相談した上で、カリフォルニアから出てテキサスに行きましょうという家族としての判断だったんですが、6年後にその判断が正しかったのかっていう、今は言えることは、今のあるスティーブの人生、今のあるスティーブっていうのは、もしカリフォルニアに残ったなれば、間違いなく随分違うということが分かりました。それどういうことかっていうと、テキサスに来てから、いろいろリフレッシュできたというか、カリフォルニアで嫌になってたところ、物価、税金、政治家、もういろいろな、なんか、あっという間に変わった環境が、もう嫌になってたところが、テキサスに来てから、あ、まだこういうアメリカがあるんだ。まだ頑張れば、自分はもう先に進められる。先にできるビジネスを作れる。いい人がいっぱいいる。自分の考え方と同じような考え方の人が多いなっていうのは、そういうリフレッシュな感じになったんですよね。ただカリフォルニアと全然違うところもいっぱいあって、どうなのかなという。例えば、カリフォルニアはもう、さっき言ったようにとっても綺麗なところです。いつも青空、いつもカラッとしている気候、いつも暖かい緑が多くて、もう山もあって、何でもできるスポーツとかモータースポーツとかって言えばもうカリフォルニア。だったのはテキサスに来てからもう雷がすごくて、竜巻もすごくて、氷も降ることとかってもうあって、環境の違い。自分は慣れた20年間でカリフォルニアのああいうところに慣れたところが今度また大幅に違う。ビバリーヒルズみたいなところがない。ダラスにお金持ちがいるんだけど、ああいうビバリーヒルズ、ハリウッドとかって、もう世界で有名なところがそんなに。日本人、自分ももう大好きな日本人、日系コミュニティ、カリフォルニアにいっぱいいた人がテキサスに来てから全然いないわけじゃないんですが、少なかったっていう
違いがかなりいろいろあったんですよね。最初の方に来た時に、とりあえずもうトヨタも私より先に移転してきたので、それの関連企業も日系企業もいろいろ来てたのは気づいたんだけど、3つはマーケットプレイス、そのスーパーっていうのの存在が大きいかなと思って、私だけじゃなくて、やっぱり奥さん、あっちゃんとかもう日本人コミュニティがそういう日系スーパーがあることが。で、っていうのは安心するところなんですよね。で、そこに行ってみたら、マネージャーさんに声かけられて、スティーブさん、なんでテキサスにいるのかって。また、なんかね、こっちに引っ越してきますって説明したら、ぜひなんか一緒にできることがあれば一緒にしましょうとかって、こちらの日本人のコミュニティとか、日本好きなアメリカの人のコミュニティのためになんか一緒にできることがあればっていう話もいただいて、そこから本当にいろいろ私の人生、家族の人生がもう変わったんですよね。いろんな意味で。ビジネス。新しいビジネス。それまでやってきた YouTube と不動産とかももちろんそのまま続くことはできたんだけど、新しくできた。カリフォルニア行ったら間違いなくできなかったことは、星。星ジャパニーズカフェ。大判焼き、今川焼き。今、約3年ちょっと前から、三つ葉マーケットプレイスでポップアップさせていただいて出して、それまで他に周りにないものなので、そういうのは。でも出したらアメリカ人。主にアメリカ人。一部の日本人ももちろん、来ますが、アメリカ人。そういうものを食べたことないアメリカ人に食べてもらって、美味しい、面白いな、こういうのはね、食べたことないな、美味しいなと思って、星ジャパニーズカフェはできた。星ジャパニーズカフェは多分どんなに頑張っても、どんなにアイデアがあっても、カリフォルニアでできなかったことは間違いないと思います。箱代とか人件費とか、いろんなもうめんどくさいところがいっぱいあったからこそ、多分やろうとしてないんだけど、テキサスに来たからこそ、何かこれできるんじゃないかって、チャンスがあるんじゃないかっていうことは感じました。そこからほぼ3年後にカフェを経営しながら、半年ぐらい前に星ランチ、星牧場、焼肉屋もできた。すごい広い面積の大きな牧場っぽいところで、ステージあったり、バーもあったり、日本のウイスキー、日本の酒、焼酎などなどの美味しいテキサス和牛を食べたことない、ああいう焼肉をやったことないアメリカ人に食べさせてあげると、すごいみんなが美味しい、楽しい、ないからこそ面白い。カリフォルニアにいっぱいあったんですけどね。もちろん食べたことない人もいっぱいいたかもしれないけど、カリフォルニアに残ったなれば、それがなかったと思いますよね。テキサスに来てから、本当に安心したところもあります。カリフォルニアにいるともうみんな若い人に何のモラル、何の愛国心、何の普通の、もうこれからはどうなるのかなっていうことを若者を見てそう感じたことが多かったんだけど、テキサスに来てから、もちろん一部、本当に若者が、というところもあるんですが、意外としっかりしている。マナーを持ってて、教育がなんか違うんじゃないかっていうところがありますよね。Yes, sir とか Yes, ma'am。腰の低くて頭を下げられる子が比較的に多いと感じます。それでビジネスを作るには若いスタッフを入れて、たまに怒らなきゃいけないんじゃないですか、経営者として。たまにね、怒られなきゃいけないこともあるんだけど、スタッフとして。今の子たちがすぐもう溶けちゃう、崩れちゃう、逃げようとする子が多い。テキサスにもいますよ。でもまだ批判されても、わかりました、頑張りますという気持ちを持っている子が比較的に多いんじゃないのかなっていうことは感じています。テキサス愛、テキサスだけじゃなくてアメリカの愛国心、国の愛、元軍人さん、元日本に行って、横須賀、もう軍人さんっていった人がよく私のところに来ます。スティーブさんのチャンネルを見てて同じ気持ちですよ。
本当は日本大好き、アメリカも大好き、もっと愛国心、もっとプライドがないといけないです、お互いの国にって、わざわざ言ってくれることがあります。それは別にちっちゃいな声じゃなくて大きい声で、何の恥ずかしいことのないテキサススタイル、プライドのあることですよね。それはね、なんか気持ちいいです。私だけじゃなくて、あっちゃん、うちの奥さんもテキサスに来てよかったって思ってます。最近、うちのカフェで日本人の方もよく、来てくれます。その中で、よく日本人の、奥様、と、いろんな方に言われるのは、スティーブさんの当時カリフォルニア出るという動画を見て、自分たちもテキサスに来て、やっぱりテキサスはいいなって自分たちも移住することにしましたって、スティーブさんの動画を見てそう思ったって言ってくださることあると思う。なんかね、テキサスというところはみんなにはいいかっていうことは私はそれ言えません。人はそれぞれですよ。カリフォルニアはどうしてもいいところ、カリフォルニアから離れられない。カリフォルニアのことをバカに言ってるわけじゃない。今度の動画でカリフォルニアからなぜ出たのか、何が残念ということについてちょっと説明、させていただきます。悪く言いたくないんですが、ただ、人生に、なんかね、辛い判断しなきゃいけない時のこともあるんですよね。それはその時はそうで20年間、子供が生まれた、育てた、高校卒業した、自分もビジネスもあった、奥さんもいて、もう家がいて、20年もカリフォルニアに住んでたことがあって、簡単に離れることがもう普通はできないんですけど、しなきゃいけないことがあって、今回、引っ越してきて、6年経って、その判断は正しかったのかという答えは最後まで引っ張りましたね。100% 間違いなく正しい判断でした。私的に、私の家族的に、今のスティーブ、今振り返ってカリフォルニア撤退することに、自分たちには100% 正解だったということは、自信持って、正直に言えます。みんなもちろんそれぞれは違うので、見て自分たちで判断してください。ただこの6年で私たちはこっちに来てから、ますますカリフォルニアから引っ越してきた人、移住した人、もういっぱいいるんです。国際結婚している日本人の方も、日本人でカリフォルニアにいた人たちも、テキサスへ。幼い子供のいる家族がよく来ます。4歳、5歳、6歳とかで。教育のことですよね。治安のことですよね。そこなんですよ。カリフォルニアは素晴らしい。もう本当にみんな同じこと言うんです。残念です。が、テキサスに来てよかった。子供たち、自分たちのためにもういいところに来ましたっていう後悔している人が、私、今まではお会いしたことないんですが、いると思いますが、私の周り、私の友達、私の家族、みんな後悔しておりません。ので、本日の動画は参考になりましたでしょうか。テキサスにテキサスにこそ移住しようと考えている人がいるなら、本当にいろんなリサーチを見て、私、このチャンネルとチャンネルに出てた6年前の動画も何本かってあるので、引っ越す直前から引っ越しの途中と引っ越してきた後のこともあるので見てください。フェイクな、なんてやらせで言ったことは一つもないので、当時はその気持ちと今、現在の気持ちを正直に言わせていただきました。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。テキサスに来てからいろんなもうブランド品も変わりましたよ。もうカリフォルニアでも T シャツなどを作ってたんだけど、今ダラス、テキサスのものもいっぱいあります。星ランチ、星カフェのグッズもあるので、steve'spov.com すべては Made in USA、すべてはアメリカから発送します。送料はお金が少しかかってしまうんですが、
プレゼントを入れさせていただきます。サイン付きのステッカーもプレゼントで、入れて送りさせていただきますので、steve'spov.com の方をチェックしてみてください。面白い商品。日本に手に入らない、商品だらけなので、ぜひ見てください。テキサスに来てよかったです。本当にもう後悔なしです。後悔一つあります。カリフォルニアに起きたこと、なぜ出なきゃいけないことになったのは本当に残念なことです。後悔よりも残念なことですが、それについてまた今度、ゆっくり話しますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。リフレッシュしてきた6年でもまだ元気でますますもっともっといろいろやりたいなという気持ちもいっぱいいっぱいです。おっさんパワーかな。日々前進。サムズアップ的に笑顔でやっていきましょう。ではまた次回まで失礼いたします。バイバーイ。